打てました。プリミティアプレイヤーエールです。今回はリボルバー銃を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、素材と設計を見直して、よりそれっぽく撃てるようにしようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは、今までよりコンパクトな弾丸を開発できないか試してみます。いつも使っている、こういう構造の弾、火をつければ、ほぼ反動なしでまっすぐ飛んで、ダメージを与えてくれますが、火薬の形を薄い板ではなく、小さい塊に変えて、コンパクト性を重視してみるとどうでしょうか。ダメージを与えられません。火薬の中心から離れた場所に飛ばすものがついているからですね。飛ばすものを鉄からタングステンに変えることで威力は上がりましたが、それでも最初の弾より弱いです。そこで火薬の表面ではなく内側にめり込むように無理やりタングステンの刃を取り付けてみましょう。手の力ではなんとかなりそうになかったので、シミュレーション距離を利用したものを重ねてくっつけるテクニックを使って火薬の内側にタングステンの刃をセットしました。でも火薬に直接はくっついていなくて、プラスチックの板で2つの部品をつないでいるので、このまま火をつけて飛ばしてみてもまっすぐ飛んでくれませんでした。それからも弾をコンパクトにできるようにいろいろと手を尽くしましたが、思ったような成果は出ませんでした。最初の弾よりそこまで小さくなるわけではないので、いつもの構造のこんな感じの弾を使ってリボルバー銃を作っていきましょう。威力もバッチリですね。それから補修材のかけら6つをこんな感じにベアリングに取り付けて、それをベアリングのバネにつながった他のかけらで押さえつけることで、6箇所で軽くロックされて逆回転しないようにしてみます。動かしてみると、ロックはされていますが、部品同士が貫通してしまって逆回転を防止できていませんね。部品をもう一つ追加してみても効果はありませんでした。この貫通するところが現実世界との違いですね。とりあえずこの仕組みをトリガーの動きで回転できるようにしようと思いましたが、トリガーを戻すと逆回転してしまうので、この仕組みを使うのは難しそうです。そしてリボルバーのシリンダーはこんな感じで6つの弾を組み合わせることで、それぞれに火をつけても反動もなく隣に引火しないギリギリのサイズで作りました。こちらを取り付けてトリガーを動かしてみましたが、うまくシリンダーが動かなかったので他の仕組みに組み替えましょう。いつも使っていて実績のあるベアリングを使ったロータリースイッチの仕組みにしました。しかし、その後ろに補修材のかけらを伸ばしてみても、トリガーの動きではうまく回ってくれませんし、90度回転方向を変える歯車を取り付けても、歯車が滑ってしまって、思ったように回すのは無理みたいです。しょうがないので、火薬の爆発する場所を右側に偏らせることで、その反動を使って爆発するときに右回転するようにしてみましょう。こちらに火をつけてみると、右回転しようとしていますが、ロックが強すぎて戻ってしまいました。そこでベアリングをロックする部分にバネを入れて柔らかくすることで、ロックを緩くしてみました。この状態で火をつけると、よし、回ってくれました。この仕組みなら、
リボルバーっぽく動いてくれそうなので、部品を追加して、シリンダーを仕上げていきましょう。こんな感じで、火薬のズレを大きくすることで、ロック部分にバネがない状態でも、よし、いい感じに次の弾に移って、引火させることができています。ちょっと不安定な部分はありますが、この仕組みなら撃てそうなので、トリガーや重心、着火用の仕組みを追加しましょう。まずはバッテリーとタングステンで、タングステンを熱して、点火するタイプにしてみました。こちらを試してみると、おっと、一発でぶっ壊れました。高速で回転するシリンダーと、攻撃力の高いタングステンの組み合わせは、相性が悪いみたいですね。そこで、原始的ですが、スライムトリガーを使って、点火用の松ぼっくりに火をつけ、それを弾に近づける形式に変更しましょう。ごちゃごちゃしてきましたが、この状態でトリガーを引いてみると、ちょっと怪しい動きもありますが、ちゃんとそれっぽく動いてくれました。今度は手に持って撃ってみましょう。松ぼっくりに点火して、トリガーを引くと、よし、撃てました。ちゃんと的にも当たってますね。残りの弾も、トリガーを引いて撃ってみていますが、威力に見合う反応を食らいながら、なんとか打ち切ることができました。これでリボルバー銃の完成です。ちょっと壊れやすくて、以前より退化している気もしますが、いろいろと試して技術は向上できたと思うので、よしとしましょう。それでは、火を狙って撃ってみると、最初は外れていますが、ちゃんと方向が合っていれば、結構離れていても当たってくれました。トリガーを戻すのが遅いと、連射するのも強いです。今度は、小さな木を狙ってみましたが、狙いをつけるのはなかなか難しいので、命中率は低いです。当たれば大ダメージなので、威力重視の武器ですね。続いて、ドローン工場の壁です。こちらは的が大きくて当てやすいので、バシバシ弾が当たって、いい感じに破壊することができました。でもリボルバー銃の方も、発射の衝撃で破壊されていっています。そして、風力発電機を狙ってみると、やはり当てるのは難しいですが、運よく弾が命中すると、5483ダメージを与えて、一撃で破壊できました。威力が高いのはいいところですね。でも、狙いやすさと安定感は、まだまだ改善の余地があります。それでは今度は、こちらのザコキャラの大群を狙って、リボルバー銃で撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。おっと、一発目は暴発しましたが、二発目からは、ザコキャラの体を捉えています。威力があるおかげか、ザコキャラの破片も飛び散ってますね。そのまま弾を撃ち尽くして、それなりの数のザコキャラを、葬り去ることができました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。スライムを食べて点火したら、相手を狙いながら、トリガーを引くと発射できます。トリガーは、一瞬だけ引いてすぐ戻すのが、うまく撃つコツですね。しないで、撃てなかったり壊れたりする、不安定な銃ですが、反応と動きで、撃っている感があるのは、メリットかもしれません。それでは最後は、イエロースライムに効くように、ガラスの針を弾の先に取り付けたら、こちらの巨大スライムを狙って、攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。近くから撃っていますが、まともに当たりませんね。ガラスの針が、うまくくっついていないせいもありますが、命中精度の悪さと、破
発射の不安定さのせいで、それから何度狙っても、倒しきることはできそうにありませんでした。しょうがないので、弾を撃ち切った後、発射に失敗してシリンダーにひっついたガラスの針を突撃して突き刺すことで、ダメージを与えていきましょう。すると、やったー !13,438 ダメージ巨大スライムを倒しました。ガラスの針で突撃して、壊れたおかげか倒しきることができました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、リボルバージュさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、ま